こんにちは。今回はこちら、お花のモチーフを編んでいきます。長編みのところを何段編んでも周りの花びら模様がぴったり収まるようになっているので、お好きな大きさに編んでいただけます。こちらは細いコットン糸で段を増やして大きく編んでみました。大きく編むので、長編みの数を数えなくても楽に編めるように、スペースのところで増し目をする編み方で編んでいます。こちらの編み方も花びらがぴったり収まります。前回の動画で編んだポン・デ・リング、これは円を細編みで編んでいて、今回は円を長編みで編んで、花びらのところはもう少し丸くなるように少しだけ目数を増やして編んでみました。よかったら編んでみてください。では今回はこちら、浜中さんのピッコロ、こちらを2本取りにして7号で編んでいきます。色番は16番と21番で、アクリル 100% で、参考使用針はかぎ針は4号になっています。では今回は円の部分を長編み1、2と2段編んでいきます。まずこちらの糸を内側と外側から糸を取って2本を1本にして編んでいきます。まず輪の作り目から作っていきます。人差し指に糸を軽く2回巻きつけます。1、2、3、3本のところをつまんで持ち替えます。輪の中に針を入れて糸を持ってきて引き抜いて軽く引き締めます。次の1段目はこの輪の中に長編みを12目編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分とカウントするので、鎖3目目のところにマーカーをつけて、1周ぐるっと編んだらここに引き抜きます。続いて編んでいきます。かけて、糸を持ってきて、2本ずつ引き抜いて、これが2つ目の長編みですね。またかけて、3、4、5、12。これで最初の鎖3目も合わせて全部で長編みが12目編めました。そしたら中心の輪を絞っていきます。編み目を右の方に寄せて、この糸端と同じところから出ているこちらの内側の糸を右方向に引っ張っていきます。この糸ですね。この糸を根元の方から右の方に引っ張っていきます。そして糸端を持ってギュッと引っ張ります。こんな感じですね。そしたらここの鎖3目の3目目ですね。ここに針を入れて、引き抜いて引き締めます。では2段目ですね。2段目は1つの目に2目ずつ長編みを編んで増し目をして1周を12目から倍の24目にしていきます。まず鎖3目で立ち上がります。
1、2、3。これは長編み1つ分なので、また3つ目のところにマーカーをつけておきます。針に糸をかけて、下の段の鎖3目の3目目、最後に引き抜いたところですね。ここに針を入れて、長編み。これで下の段の鎖3目、1つ目の長編みのところに、長編みが1、2、2つということですね。そしたら続いて編んでいきます。次の長編みの頭に針を入れて、長編みを2つ編んでいきます。1、同じところに針を入れて、もう1つかけて、次の長編みの頭に針を入れて、ここも1、2、こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。では一周編んできました。そしたらここの鎖3目目のところに引き抜きます。3つ目の鎖に針を入れて、引き抜いて引き締めます。色を変えない方はこのまま編んでいきます。今回は次の段で色を変えるので、ここで糸をカットして引き抜きます。では次はこちらの糸で編んでいきます。では花びら模様の1段目ですね。ここで最後に引き抜いた下の段の鎖3目の3目目、ここにまた針を入れます。そして次の糸をこちらに持ってきます。ここから1模様4目で編んでいきます。編み方は今ここから目が出てますね。鎖3目の3目目、ここが1目目で、次の長編みのところには中長編みを1つ、次のところは長編みを3目、そして次のところは中長編み1つで、次のところは引き抜き編みという感じで編んでいきます。では編んでいきます。針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れます。できたらこの糸端を手前に持ってきて編みくるみながら編んでいきます。糸を持ってきて中長編み、そしたら次のところは長編み3目ですね。かけて、次の長編みの頭に針を入れて、長編みを1、同じところに針を入れて、2、3、3つですね。針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れて、編みくるみながら、ここは中長編み。これが一模様になります。そしたら次のところに引き抜いて、また同じように編んでいきます。針に糸をかけて、引き抜いた次のところ、ここに針を入れて、中長編み、次の長編みの頭に針を入れて、長編みを3つですね。1、2、3、針に糸をかけて、次のところは中長編みを1つ編んでいきます。そしたら次のところに針を入れて、ここは引き抜き編み。こんな感じですね。これでぐるっと一周編んでいきます。ではぐるっと編んできました。花びら模様が5枚になっています。そしたら下の段の長編みがあと1、2、3と3目残っています。
ここに6枚目の花びら模様を編んでいきます。針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れて中長編み、次のところは長編みを3つ編んでいきます。1、2、3。最後のところは中長編みを1つ。これで1周ですね。そしたら下の段の立ち上がりの鎖3目、最初のところですね。ここに針を入れて引き抜きます。ここで引き抜き編み。これで1段目が完成です。では2段目ですね。花びら模様を丸くなるように編んでいきます。この段はこの長編み3目、ここの両端の長編みにはそれぞれ長編みを2目ずつ、そして真ん中の長編みのところには長編みを1、2、3と3目編んでいきます。そしてその前後には鎖を1つ編みます。ではこのループの足元のここの目ですね。最後に引き抜いた時にできたここの鎖目。ここに一周ぐるっと編んだら引き抜いていくので、ここに先にマーカーをつけておきます。では2段目ですね。まず鎖1つでスタートします。針に糸をかけて、最初の中長編みを飛ばした次の長編みですね。長編みの1つ目の頭に針を入れて、まずここに長編みを2つ編んでいきます。1、2、次のところは3つ編んでいきます。頭に針を入れて、1、2、3。次のところは2つ編んでいきます。3つ目の長編みに針を入れて、1、2、長編みを斜めですね。そしたら鎖を1つ編んで、下の引き抜き編みでできたここの鎖目、中長編みと中長編みの間のここですね。ここの一番低くなっているところ、ここに針を入れて引き抜きます。こんな感じの花びらですね。そしたら同じように編んでいきます。まず鎖を1つかけて、中長編みを飛ばした次の長編みですね。ここから編んでいきます。まず長編みを2つ、1、同じところにもう1つ、真ん中の長編みの頭に針を入れて、ここは3つですね。1、2、3。次の長編みの頭に針を入れて、1、2。そして鎖を1つ編んで、次の中長編みの次のところ、ここに針を入れて引き抜きます。そしてまた鎖1つからのスタートですね。こんな感じでぐるっと1周編んでいきます。では1周編んできました。最後に鎖を1つ編んだら、このマーカーのところですね。中長編みと中長編みの間のところ、ここに針を入れて引き抜きます。そして糸をカットして
引き抜きます。こちらの花びらの2段目は、真ん中の長編みのところを3目にしてしまうと少し窮屈そうだったので、
真ん中のところも2目にして、1段目の長編み3目のところは全部それぞれ長編み2目ずつで編んでみました。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。